皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから932日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1270名、戦車11両、装甲戦闘車17両、砲73門、多連装ロケット2両、防空システム2機、航空機1機、ドローン43機、その他車両95両、となっています。後ほどお伝えしますが、ロシア軍はクルスクに反撃を開始しました。戦線全体では、1日で112回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数とロシア軍の損失数の比率は1対 1.9 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 1.9 倍になります。ロシア側の損失はピックアップ、砲が多く、ウクライナ側は特に傾向がありません。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ウクライナのメディアでは、アメリカ大統領選の討論会で、珍しく、ウクライナ支援について議論が盛り上がったことが紹介されました。キーウインデペンデントによると、討論会で、司会者の質問に対し、トランプ元大統領は、ウクライナが戦争に勝つことを望んでいるとは発言せず、ウクライナの勝利がアメリカの利益になるかどうかという質問の回答を避け、この戦争を終わらせることがアメリカの最大の利益だと思うと述べました。一方、ハリス副大統領は、トランプ氏が24時間以内に戦争を終わらせるというのは、問題の解決を諦めているからだと非難し、もし、今、トランプが大統領になっていたら、プーチンはキーウを支配し、次は、ポーランドに狙いを定める可能性があったと警告しました。また、トランプ候補に向かって、独裁者があなたを応援していることはよく知られている。なぜなら、おだてて利益を渡せばあなたを操ることができるからだと語り、最後に、プーチンはあなたをランチの皿に乗せて食べてしまうだろうと述べました。討論会の結果は様々なところで伝えられていますが、ハリス副大統領が支持を広げました。2番目。ロシアはウクライナの無人機攻撃に対抗するため、潜水艦に機関銃を取り付け話題となっています。バルト海で改修を受けたロシアの潜水艦馬力エルー機は、写真のように潜望鏡の横に12.7 ミリの機関銃を取り付けて運用試験を行っています。ディフェンスエクスプレスでは、現代の潜水艦に機関銃を取り付けることは全く想定されず、ロシア軍はカリブルミサイルを発射できる潜水艦が、ウクライナ軍の UAV や水上ドローンの攻撃対象になることを想定し、艦を守るために機関銃を設置したと分析しました。投稿主が調べた範囲では、第二次世界大戦当時の旧日本軍の潜水艦に浮上して近くの船を攻撃するための機関銃を装備していたものがあった記録があるとのことです。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと日付とともに追いかけることができます。説明するにあたり、ロシア軍などいくつかの表現は YouTube 用に最適化してお送りしています。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから35日となりました。クルスク方面。
作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最低気温17度、最高気温27度。今日の天気予報は雨となっています。この方面では昨日からロシア軍による最初の反撃が始まりました。伝えられているところでは、ロシア軍はこの方面に追加の部隊を移動させ、特に1個大隊規模の対空部隊を配置したことは、近々本格的な領土奪還作戦が開始されることを意味します。コレネボ方面。昨日の動画でお伝えしましたが、ロシア軍はスナゴストに向けて攻撃を開始し、地上戦が継続しています。一方、ウクライナ軍もロシア軍がスナゴストに前進した後に、スナゴスト西部で反撃を行ったと伝えられています。戦争研究所の分析では、現在反撃している部隊は中隊規模で、戦闘経験の豊富な部隊を投入している可能性を指摘しています。さて、戦況図では、位置情報付きの映像によると、ロシア軍の第51空挺連隊は、車列で攻撃を行い、スナゴストの村に入ったところが確認できます。ご覧いただいているのは集落の様子で、現在、最先端は地図で示した場所となっていて、集落内で地上戦となっています。映像では、スナゴストまで特に抵抗もなく侵入ができたことがわかります。ウクライナ軍は集落に引き入れてから攻撃すると思われます。その範囲をウクライナ軍の占領地から係争地に戦況図を更新しました。2番目。また、ロシア軍はコレネボの東でも前進し、一部地域を奪還しました。こちらはウクライナ軍が反撃し、ドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第225大隊のもので、地図で示した場所の様子となっています。その他の情報も総合して、ウクライナ軍の占領範囲を、ベトレノとその東のジュラブリの間の道路までとし、その北側をロシア軍が奪還したとして、戦況図を更新しました。面積は12平方キロほどになります。マラヤロクニャ方面。位置情報付きの映像によると、ロシア軍は、シェプツクホフカの集落の南東にある森林に空爆を行っていて、この場所がウクライナ軍の支配下にあることがわかります。ご覧いただいているのは、地図で示した場所の様子となっていて、コメントでは、ロシア軍は FAB3000 という3トン爆弾を投下したと記しています。この場所は、8月12日にウクライナ軍が占領し、その後8月末に戦線の整理に伴い、一度係争地としていましたが、再度ウクライナ軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は10平方キロほどになります。ハルキウ方面。リプツィ、ボフチャンスクの戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ボフチャンスクで1回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、反対に、ウクライナ軍が反撃を行い、こちらは前進しました。フリボケ方面。位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍は、リプツィ北西の住宅地からフリボケ市街に突入し、ロシア軍と地上戦となっています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第92突撃旅団のもので、地図で示した場所の様子となっています。この場所は、先月下旬にロシア軍が占領したところでしたが、その一部を係争地に戦況図を更新しました。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で13回、スバトベクレミンナ戦で19回、シベルスク周辺は9回、チャシフヤール周辺で3回、トレツクの方向に9回攻撃を行いました。クピャンスク方面。スバトベの北西にあるノボセリフスケの郊外では、位置情報付きの映像によると、地図で示した森林境界線上に森の妖精が訪れ、ルジアンを焼いて帰りました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所の様子となっています。
この場所は係争地となっていましたが、ルジアンは車両などを使用して拠点化していることが判明しましたので、ルシアン軍の占領地に占拠図を更新しました。シベルスク周辺。この方面では、スピルネで地上戦となっています。ルシアン軍は、スピルネに攻撃を行い、集落内の2カ所で旗を掲げて占領を主張しました。ご覧いただいているのは、そのうち西側のもので、ルシアン軍の第123自動車化ライフル旅団が撮影したもので、ルシアン兵が建物の上で旗を掲げたところとなっています。スピルネの集落は7月23日にウクライナ軍が奪還したところでしたが、現在は無人地帯でドローンによる監視を行っているものと考えられます。その範囲をウクライナ軍の奪還地から係争地に占拠図を更新しました。トレツク方面。この方面でルシアン軍は攻勢の勢いは大きく低下しつつありますが、それでも攻撃をやめずに前進を試みています。また、ウクライナ軍も反撃を行い、双方が前進しました。1番目。トレツクの東にある高層アパート街では、ウクライナ軍が掃討作戦を行っていて、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍は M2A2 ブラッドレーを投入して掃討作戦を行っています。ご覧いただいているのは、高層アパートの東の端の様子となっています。掃討作戦は終盤に近づいていると思われますが、今のところは占拠図に変更はありません。2番目。また、位置情報付きの映像によると、トレツクのツェルツィンスキー通りの南では、ルシアン軍の歩兵が前進して町に浸透を図っています。ウクライナ軍はドローンで撃退していますが、ルシアン軍は2人1組の小規模な歩兵グループで広い範囲を行動していて、ドローンも見つけるのが難しい模様です。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図で示した線路の様子となっています。占拠図では、その後方の刑務所までをルシアン軍が占領したとして占拠図を更新しました。南東部ドネツク州ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で27回、クラホフ方面では25回、ブレミフカ方面で22回攻撃を行い、一部で前進しました。この方面の一部の部隊は、クルスクの奪還作戦に引き抜かれている上に、あと1ヶ月もすれば、泥濘期に入り、ルシアン軍の前進は、よりペースが遅くなると思われます。それまでに、ルシアン軍は、要衝ポクロフスクの占領ができるかどうかが焦点となります。ロシアの元ストーム Z の教官だったルシアンの軍事ブロガーは、攻撃側のルシアン軍は、疲労により、ポクロフスクへの攻勢作戦が、泥濘期を待たずに終了する可能性があると心配しています。この軍事ブロガーは、ポクロフスクに送られる人員と装備が細り、今週は、先週よりも少ない人数と装甲車両で攻撃していると述べ、次第に攻勢が下火になっていると指摘しました。ポクロフスク方面。1番目。北側の正面のフロジフカでは、昨日の動画で、ルシアン軍が市街地に入ったとお伝えしましたが、その後、位置情報付きの映像によると、地図で示した学校の建物で旗を掲げて占領を主張しています。こちらは、占拠図に変更はありません。2番目。西側の正面のノボフロジフカの南では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍は、ノボフロジフカから南下していて、マリニフカを包囲してしまおうとしています。ウクライナ軍は、マリニフカにいる味方を救出するため、戦車を出して反撃し、この場所をめぐって地上戦となっています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、戦車が境界森林に向かって切り込んでいく様子となっていて、ルシアン軍も陣地から反撃を行っている様子の一部となっています。その範囲を、係争地から一部ルシアン軍が占領したとして占拠図を更新しました。3番目。ミハイリフカでは最近投入されたウクライナ軍のカラダク特殊作戦部隊に対し、ルシアン軍は
突撃兵を投入して物量で押しつぶそうとしています。位置情報付きの映像によると、地図の9月8日の時点で、ウクライナ軍の戦車が遺棄されていて、戦況はルジアンがやや押しています。接触線は引き続き線路となっていますが、その後方を係争地からルシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。4番目。ウクライナスクでは、ルシアン軍はドローンで市街地を攻撃していて、ミハイリフカからリシフカまでは、ルシアン軍が占領したと考えられます。また、ウクライナスクでは、複数の情報を総合すると、市街地の南で、ルシアン軍が最初の家に向けて突撃を行っています。その範囲を、係争地からルシアン軍が占領したとして、戦況図を更新しました。クラホフ・ブレミフカ方面。この方面では、戦況図に影響のある情報はなく、ルジアンはクラスノホリフカ、ボジャネ、ブフレダールの鉱山で攻撃を行いました。ボジャネでは、占領を主張する旗を掲げて情勢が緊迫していますが、旗を掲げただけで占領と言える状況ではなく、今のところ、いずれも戦況図に変更はありません。後方地域。1番目。ウクライナ国境から1800キロ離れたムンマルスクのオレニャ軍用飛行場にドローン攻撃があり、ロシア当局はドローン2機を撃墜し、うち1機はノルウェーから来たと主張しています。オレニャ飛行場はウクライナを攻撃する戦略爆撃機が駐機していて、攻撃の結果などは現在のところ不明です。2番目。クリミア半島の西の黒海では、地元テレグラムチャンネルによると、ロシアン軍の Su-30 がレーダーから消え、水面からは3キロに及ぶユマクト戦闘機の破片が確認できるとのことで、地図で示した付近で海中に墜落した可能性が高いとの情報があります。エンジン故障の説と、ウクライナ軍により撃墜されたとの情報があります。南部ザポリージャ州。南部ヘルソン州。この方面で、ルジアンはザポリージャ方面で少なくとも1回、ドニプロ川付近で7回攻撃を行いましたが、いずれもウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。普段はこのチャンネルで発信していますが、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。